愛する人との間に障害があるとしたらあなたはどうしますか。2019年2月14日、アメリカウエストバージニア州でとある家族がバレンタインパーティーを楽しんでいました。その場にいたのは4人の人物、アマンダとアンナ姉妹、そして彼女たちの父親ラリーとアマンダの恋人であるジョンです。アマンダ親子は恋人のジョンに対しこう提案しました。ねえ、信頼ゲームをしましょう。そして3人はジョンにゲームだと言い聞かせ、体を縛り上げます。体の自由を奪われたジョンに抵抗は不可能。そして次の瞬間、彼の頭上に振り上げられたのはワインのボトル。そう、ジョンはそのまま殺害されたんです。楽しいパーティーから一転、恋人とその父による残虐な殺人事件。アマンダたち親子はなぜジョンを殺害したのか。その裏には父と娘の歪んだ関係があったんです。おさす、みんな辛い時こう言ってみて。ハッピーケンちゃんです。前も言った。裏切られたら倍返し、闇みこです。本日皆様にご紹介するのは姉妹とその父によるね、残虐な殺人事件なんですけれども。いやもちろんだけど殺人は絶対ダメなんだけどさ、親子で結託してってまでなるとよっぽどのことがあったんじゃない。いやもうね、よっぽどのことといえばよっぽどのことだし、こういうパターンあるんだって僕知った時本当にそう思った事件なんですけど、早速ね見ていきたいと思います。愛の日に起きた悲劇。遡ること2年ほど前の2019年2月、アメリカのミネソタ州オワトンダ、この地にとある同棲中のカップルがいました。アマンダ・マクリア31歳とジョン・マクガイア38歳。ジョンには以前のパートナーとの間に5人の子供がいたんですが、アマンダへの愛は真剣。この年のバレンタインデーにアマンダと2人きりで過ごし、プロポーズをするつもりでいました。しかしその予定は変わることになるんです。なぜならアマンダから1歳年上の姉アンナ・チョードリーと一緒にウエストバージニア州の父親の家で過ごしたいと言われていたから。というのも実はアマンダは父ラリー・マクリアから久しぶりに家族みんなで集まろうと誘いを受けていたんです。その提案を受けたジョンは快く承諾しました。こうしてジョンは恋人アマンダとその姉、そして父と共に10日間を過ごすことになったんです。そして迎えた2月14日、心優しいジョンは愛する女性とその家族に喜んでほしい一心でディナーの準備に奔走。せっせと食事やワインを準備しました。ジョンすごくいい人じゃない。いやそうなんですよ。幸せなねディナーの後にね待ち受ける悲劇をジョンはね知らなかったんです。食事が終わると3人はジョンを信頼ゲームに誘いました。もうなんか名前が怖いよ、そのゲーム。信頼ゲームとは目隠しをしたままパートナーの指示に従い、相手にどこまで身を任せられるかを競うもの。アマンダに続婚だったジョンは迷うこともなくこのゲームに参加。しかしこの判断が自らに不幸を招くことになったんです。アマンダたち親子3人はジョンにゲームだと言い聞かせながら彼を縛り上げました。ジョンはされるがまま身動きが取れない状態に。そして次の瞬間、ジョンは殴りつけられたんです。非常にも凶器は彼がお祝いに用意したワインの瓶でした。もう最低。頭部から血を流し意識朦朧としたジョンは黒いゴミ袋をかぶせられました。そしてアマンダはジョンの腕を押さえつけ自家製の覚醒剤を注射したんです。何自家製って、自家製ジャムみたいなノリで言うじゃんもう。さらに残酷なことにアマンダたち3人はジョンを2日間かけて拷問。そしてそれは後に父ラリーが地獄の2日間と言い表すほど壮絶な犯行でした。そして最後は姉アンナが首を絞めて殺害したと言います。しかしなぜ親子はここまでしてジョンを殺害したのか。その理由はあまりに短絡的なものだったんです。ゲームのふりして殺すみたいな事件もなんかすごい前にあった気がする。そうですね、アルゴメトリでもやったんですけど、日大生殺人事件、動けないようにしてゲームだよって言ってもう刺すみたいなね、もうそういうのと全く同じ手口ですよね、これ本当に。もうね、ゲームだろうがなんだろうがね、もう目隠し、でも仲良くない人だけど、もう家族とかね、そういうの言われたら信じますよね。むずいっすよね、これ。さてね、残酷な殺人の動機とは一体何だったのか、その驚きの理由を見ていきたいと思います。アマンダとその家族がジョンを殺した理由、それはアマンダに新しい恋人ができたからなんです。そう、アマンダにとってもはやジョンは邪魔な存在。メトラの皆さんもたったそれだけで人を殺すのかと驚くでしょう。僕も驚いてます。しかし驚愕の事実はそれだけではないんです。なんとアマンダの新しい恋人とは実の父ラリーだったんです。父親と結ばれたくて殺したっていうの。いやそうなんですよ。もうね、このアマンダとラリーっていうのはですね、いわゆるね近親相関の関係だったんですけど、普通もう想像つかないですよ。僕全然もう無理お姉ちゃん2人いるけど、いやもう尊敬してるけど、そういう対象で見れないよ。もちろんですがね、やっぱり理由があるんですよ。なんでこんなことになったのか。そこにはね2人のある複雑な家庭環境に理由があったんです。禁断の関係の裏。
アマンダとアンナ姉妹と父ラリーとの関係は一体どんなものなのか。実はアマンダとアンナを長い間育ててきたのは里親でした。実の父であるラリーとはアマンダは9歳、アンナは10歳の頃から離れて暮らしていたんです。ではなぜ親子は離れ離れになったのか。実はラリーは刑務所で服役していたからなんです。もう絶対やばいやつじゃん、もう。ウエストバージニア州の性犯罪者登録によると、ラリーは事件の21年前の1998年7月22日、未成年者に対する性的暴行で有罪。これを受け、約17年半の期間を刑務所で過ごしていたんです。もちろん被害者情報は明らかにされていないんですが、6歳から12歳の子供に性的暴行を加えたことで、最も重たい第1級判決を受けていました。そのため、長らく親子は疎遠になっていたんです。こうしてアマンダとラリーが再会したのは、娘がすっかり大人になった後のこと。さらに信じられないことに17年ぶりに再会したアマンダとラリーは性的な関係にもつれ込んでしまうんです。ラリーの娘に対する執着は強く、後にアマンダは父は私の周りに誰も寄せ付けたがらなかったと説明しています。父親がさ、性犯罪で捕まったって子供ながらでもめちゃくちゃショックだと思うんだけど、そんな人好きになる？普通意味がわかんない。本当に姉妹がね、どんな経緯でね、父の罪を知ったのかはわからないんですけれど、実はですね、しばらく離れていた親とね、再会して、恋愛感情を抱くっていうのは世界中でね、ポツポツとね、ある現象でもあるんですよ。そして、それを解き明かすためのキーワードが、ウェスターマーク効果とジェネティックセクシャルアトラクションで、早速見ていきます。ウェスターマーク効果とは19世紀にフィンランドの社会学者であるエドワード・ウェスターマークが提唱した心理現象のこと。幼い頃から親密に育った人々の間には性的な交わりに対する強い嫌悪感が育つと言われているんです。ウェスターマーク効果についてはこれまで様々な検証が行われてきました。例えばアメリカの文化人類学者であるメルフォード・スパイロは1950年代にイスラエルのキブツと呼ばれる集団を調査。そこで疑似家族のように育った人々を調べ、一緒に生活していた仲間とは結婚を避ける傾向があると発表したんです。場所と時代を変え、1990年代には人類学者のアーサー・ウォルフが台湾のシンプアという結婚形式を調査しました。これは台湾における結婚の古い形式の一つで、3歳以前の幼い男女が将来の結婚のために一緒に育てられるという方法。調査の結果、シンプアは他の結婚形式よりも子供の出生率は低く、離婚率が高いという結果が出たんです。なるほどね。これさ、思春期の女子が父親に嫌悪感抱くのもこれが理由なんじゃないのこれ。そうっすよね。だから一般的にね、一般的な家庭の定義にもちょっと人によるかもしれないんですけど、父とね、幼い頃からずっと一緒にいたら、このウェスターマーク効果によってね、性的対象として見ないんですよ、普通は。しかしね、アマンダとラリーの場合は違うんです。ここで出てくるのがもう一つのキーワード、ジェネティックセクシャルアトラクション。ジェネティックセクシャルアトラクションとは、生き別れていた親族が大人になって再会した場合に性的魅力を感じ強く惹かれ合うことなんです。通常はウエスターマーク効果によって近親者に性的興味は持ちづらいんですが、成長過程の中で距離を置いた場合はその限りではないんです。そして性的対象として惹かれてしまう可能性があるんです。要因としては、もともと親族であるため自分との類似点が多く、後輩相手として魅力的と感じてしまう可能性が挙げられているんです。つまり幼少期に父親と離れ離れになり、成人してから再会したアマンダにもこのジェネティックセクシャルアトラクションが生じていたのかもしれません。幼少期一緒に過ごしてないと近親者っていう感覚がないわけね。一緒にいないわけですからね。お互いに性的対象としてね、見るようになってしまったこの異常なアマンダとラリーの関係についてなんですけど、ジョンを殺害した後もその関係は続いていくんです。禁断の誓い。ジョンを殺害した3人は彼の遺体を家の裏庭に埋めました。こうして邪魔者を消したアマンダと父ラリーはその直後から肉欲に溺れるようになったんです。事件の翌日2月15日にはジョンの Facebook ページに異様な投稿が書き込まれました。その内容は、仕事は完了した、ファイアフォックスは死んでいるマッドハッターというもの。いや、怖すぎ。不可解で何とも不気味なこの投稿を3人のうち誰が書いたのかは分かっていないんです。そして投稿の目的は一体何だったのか。もはや彼らの心理状態は正常なものではなかったんです。それは3人が乱用していた覚醒剤のせいだったんです。自家製のやつな、あれ。そしてジョンを殺害した6日後、彼らは妄想に取り憑かれてしまうんです。ジョンはまだ生きてる。こう言って3人は裏庭を掘り起こしたんです。なんでやねん。そしてあろうことか掘り起こしたジョンの遺体に杭を打ち込んでいきました。3人は汗だくになりながらジョンの頭部と両手足5体全てに杭を打ち込みました。しかしそれでもまだアマンダたち3人はジョンが生きているという妄想に取り憑かれていたんです。そして3人はさらなる暴挙に出ました。なんとジョンの遺体をバラバラに解体してしまうんです。怖すぎだよ。
こうしてバラバラにされたジョンの遺体は再び裏庭に埋められ、分解を早めるための生石灰まで投入されたんです。生石灰ってなんだよ。そして同年3月11日、アマンダとラリーはさらに驚きの行動に出るんです。バージニア州テイズウェル郡に移動した3人は、あるプロテスタント系の教会のドアを叩きました。目的は犯した罪の償いではありません。偽名を名乗ったアマンダとラリー親子は、長女アンナの見守る中、なんとウェディングベルを鳴らしたんです。こうして父と娘は念願の夫婦になりました。その後、アマンダとラリーはケンタッキー州に移住。無事に逃げられたかと思いきや、そううまくはいかないんです。そりゃこのまま終わったら、ジョンが浮かばれないわよ、これを。そうなんですよ。自らのね、欲望のためにね、3人はね、もう残虐な行為をしたんですけど、その結末もまたね、ひどいものだったんです。最低の結末。ジョンが殺害されて4ヶ月ほど経った2019年6月、ジョンの行方を探す家族たちから失踪届が出されました。ジョンは亡くなる前、家族や友人にアラバマ州オペライカにいる母を訪ねる予定を話していたんです。アマンダの家族としばらく過ごしたら、どこかの時点で南へ移動するつもりだったんです。しかし、ジョンが母の元を訪ねることはありませんでした。そのため家族は彼の身に何かが起こったのではないかと心配し、警察に相談しました。それと同時期、ラリーは仮釈放の条件として居場所を当局に知らせる義務を怠ったため逮捕されました。バカ。するとバレるのは時間の問題だと悟ったラリーはジョン殺しをあっさりと自白。ただただ終わりにしたい。裁判のための税金も使いたくはありません。私は罪を認めますと供述したんです。その後、父としてまた夫として愛するアマンダをかばうのかと思いきや、信じられない言葉が続きます。事件が起きたのはアマンダのせいです。なんと事件の動機について詳しいことは一切明かさず、アマンダが引き起こした犯行だと主張したんです。クソ野郎なんだ、本当に。間もなくアマンダとアンナ姉妹も逮捕。彼女たちも自分以外の人間に責任を押し付けるような供述をしました。アマンダは父に操られていたと言い、姉のアンナは父と妹から協力しなければ子供に手を出すと脅されたと主張したんです。みんなクソ。アマンダとアンナを育てた義父母も謝罪を繰り返し、ラリーが彼女たちに与えた影響は計り知れないと裁判官に訴えました。しかし裁判官が情にほだされることはありませんでした。2019年10月、アマンダには40年の懲役刑が確定。そして翌年の4月、姉も同罪で懲役40年。そして8月には父ラリーが第1級殺人の罪で終身刑を宣告されるんです。姉妹がさ、父親に翻弄されたっていうのはちょっと正直気の毒なんだけど、それでもジョンにしたことは許せないわよ。いや、そうっすよね。てか普通にジョンと別れればよかったじゃないですか。まあだから本当にジョンのね、親族からしたらね、なんで息子がね、そんな目に遭わないといけないんだろう。やるせないですよね。殺されないといけない理由はなかったもん。法廷に立ったジョンの母親はラリーに対してこう言いました。あなたと2人の娘は地獄に落ちるわ。自分の娘と結婚するなんて下劣極まりない。タブー視されている近親相関なんですが、法律上日本では近親相関罪はすでに撤廃されているんです。日本以外の国でも罪に問うかどうかの判断は分かれているんですが、今回のように精神的に病んでしまうケースが多いようなら、法の整備も必要なのかもしれません。